欲しがるそれは尊い命。古いもの生き去れ忘れ去られゆく最初の亀はどこにいるのか。あなたの初心はどこにあるのか。はい、いつも仮面チューブをご覧くださいまして誠にありがとうございます。本日もよろしくお願いします。前回も沖縄亀センターさんに琉球ヤマガメさんのめちゃくちゃ貴重な情報をいただきましたね。何を食べてるのか、これ全然ググっただけでわかんないですよ、これ。いやー、すごいこと教えてもらっちゃいましたね。はい、気になる方は前回の回を見てください。はい、で今回はですね、琉球ヤマガメさんが沖縄現地でどんな問題を抱えているのか、琉球ヤマガメの現地事情について沖縄カメセンターさんにお尋ねしていきたいと思います。今回もよろしくお願いします。あやさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、琉球ヤマガメさんの現地事情についてわからないことがいくつかあるんですけれども、ちょっと教えていただきたいと思います。はい。琉球ヤマガメが、U 字溝に落ちていた場合っていうのは、例えば観光に行ったりとか、バルに行きたくて行ったりとかしてて、琉球ヤマガメさんが U 字溝に落っこっちゃってと。こんな時に発見した方っていうのはどうしたらいいんでしょうか？はい。はい。基本的にはそのままで大丈夫です。で、元気な生態であれば、落ち葉が積もっていたりするところから探して上の方に上がって抜け出せます。で、また、この U 字溝に階段になっているような構造がやんばるの方には施されているので、その階段をヤマガメが登って U 字溝から出ることができます。そうなんですね。へえ。で、しかし、明らかに、ロードキルなどで怪我していて、明らかに出られそうにない場合は、環境省の野生生物センターや近くの動物病院などに、連絡してみてください。なるほど。助かる余地あるんですね。いやー、U 字溝に落ちたら、なんか一巻の終わりみたいな、そんなイメージありましたけど、階段になってる場所とかあるんですね。それって、階段になっているっていうのは、それは野生動物が助かるためなんですか？そうですね。ヤマガメ以外の動物も、溝に落ちてしまった時に、自力で脱出できるように、階段の構造が施されております。あ、野生動物のためなんだ。すごい優しいですね。でもやっぱり、U 字溝って結構長いから、ある程度のところまで行かないと、その場所に行けなかったりするんじゃないかな。なるほど。あとね、怪我した亀さんを、琉球山川さんを見つけたときには、環境省の野生動物センターまで連絡ということなんですけど、なんか他にもね、なんかあったらいいですよね。レスキュー的な何かとかね。何かあったらいいですよね。では、現状は、環境省の野生動物センターに、連絡をということです。なるほど。はい。緊急性がある場合は、動物病院にそのまま連れて行くっていうこともできますので、はい、動物病院がいくつか、沖縄の中にいくつかあるので、ちょっと調べてみたら、結構受け入れてくれるところがありますので、そこにも連絡してみるっていうのもいいかもしれないです。あ、なるほど。動物病院経由で、解決していくっていう感じですね。なるほど。一応体制はあるにはあるというか、把握されているというか、そういう現状にはあるわけですね。亀さんを助ける、沖縄の動物病院っていうのは、この野生生物を受け入れて治療するっていう方針が、全体的にあるみたいなので、怪我した動物、ヤマガメじゃなくてもいいんですけども、怪我した動物を、いろんな動物持って行って、この怪我したものを見つけましたって言ったら、もうすぐ受け入れてもらえるということがおそらく多いかと思います。ただ、もしかしたらこの動物病院によって受け入れができないところもあるかもしれないので、インターネットで検索していただくと一覧が出てきますので、野生生物受け入れの一覧が出てきますので、そこを見ていただいた方がいいかもしれないですね。
なるほど。それは別に条例でそう決まっているとかそういうことではなくて、多分、条例か、なんかこう、決まりというか、受け入れましょうみたいなのがあるんだと思います。そう、インターネットで検索すれば、その一覧が出てくると、沖縄動物病院、野生動物とかで検索したりとかすると、出てきたりするっていうことなので、はい。なるほど。方法は一つではないみたいですね。亀さんが怪我をしてた時に助かる方法っていうのは。なるほど。ありがとうございます。一方で、普通に歩いてるとこ見かけた時には、そっとしておいてあげればいいですよね。そうですね。野生生物なので、そっと見守ってあげてください。ですよね。これ極端な例ですけど、琉球山ガメの話じゃないんですけどね。ちょっと怪我をして、岩に捕まってた、水の中で岩に捕まってた、亀さんをね、一旦ちょっと助けてあげようって言って、こう、陸地に上げたら、また水に戻っていっちゃったな、勢いで、こう、水に流されていってしまったみたいな、そんな、話でね、見たことがあります。それだけ野生動物っていうのは繊細なんですよね。今自分がどこにいたらいいのかも自分自身で分かっているし、どういうふうにしていたら助かるのかっていうのも分かっていたりするので、むやみに、手を出さないっていうことは大事なのかなと。それだけ繊細だなっていうところだけは、ちょっと留意しておく必要があるのかなと思いますね。はい。その他、やんばるでルールというか、これ琉球ヤマガメ自体の現地事情っていうか、やんばるに行った際に、これは守った方がいいっていうことっていうのはありますか？はい。特に北部、生息地に入っていくと、この大きいメインの道路から外れてこの森の中に入っていくと思うんですね。で、その森の中に入っていくときは、特に慎重に運転をお願いします。で、ヤマガメの甲羅は本当に道路と同化して見分けにくいので、気をつけていないとロードキルが起こってしまう可能性があります。なるほど。森の中なので、枯葉とか落ちてたり、倒木があったりとか、枝が落ちてたりとか、鶴だったりとか、そういうので、そういうのの下にね、琉球ヤマガメさんが、枯葉の下とかに隠れている、ここは大丈夫だろうと思って道路の真ん中で隠れている場合もありますよね。なので、まさかね、琉球ヤマガメさん自体はもう隠れてれば安全だと思ってるところ、まさか岩よりでかいのがこう、自分に突進してくるなんて想像もつかないでしょうからね。いやー、本当に気をつけてほしいですね。車を運転する際には。ちなみに道路と同化をしてっていうのは、なんか影でちょっとわかりにくくなってるとか、コンクリートじゃないんですかね。下はもう、土っていう感じなんですかね。コンクリートなんですけども、藻みたいな、苔みたいなのが生えてるところがあったり、はい。落ち葉で覆い尽くされている道路があったり、はい落ち葉と砂がこう混ざって、特に道路脇、このタイヤが通るところはい。と、道路と、この間ぐらいが、よくこの草が積もってたりするので、落ち葉だろう、ただの苔だろうと思って、そのまま行ってしまうと、そこに、ヤマガメが紛れているということが。危ないっすね。それ気をつけなきゃいけないですね。もう徐行ですね。琉球ヤマガメを引かない集中で運転する必要がありますね。本当にね、前回ぐらいのお話にありましたけど、苔か何かが生えてるね、琉球ヤマガメさんなんかは、昼間見える、ライトで照らすと光るってことだったんです。昼間見るときっと、緑色の甲羅してたりとね、すると思うんですよね。それに加えて、枯葉、そもそも擬態しているような色じゃないですか。いや、これ怖いですね。ロードキル、本当気をつけなければいけないですね。なるほど。ありがとうございます。はい。特に動物好きの方が、山の方に行くと思うんですね。普通の大きい道路は、
全く、普通の道路なので、はい。亀がいてもすぐわかると思いまはい。すし、そもそもはい。そういう大きい道路には出てこないんですけれども、はい。特にこう動物を見たいと思って山の方に行った時が要注意というところです。なるほど。気をつけてほしいです。生き物好きさん気をつけてください。絶対気をつけてください。本当にね。もう、もう、徒歩でいいんじゃないですか。徒歩でいいんじゃないですかね。車はちょっとね、陸山さんかわいそうじゃないですか。減っちゃいますよ。減っちゃうからね。一応ね、生き物好きさんたちが見て。あ、チャンネル登録か。そんなこと。なるほど。はい。引き続きちょっと、現地事情についてなんです。ちょっとね、話それましたので、現地事情について引き続き聞きたいんですけども、あの、ある程度、有事項に配慮があるっていうのは分かったんですけど、やっぱりこう、すぐに出れるような、構造ではないのかなと思いまして、思ったんですけど、西表島などでは、野生動物のためにこう V 字工にしたっていうニュースとか見たんですけど、やんばるでは、今のところ沖縄では、そういった V 字工にするっていう予定とかっていうのは今、どこかであったりするんでしょうか？予定があるかっていうところはわからないんですけども、先ほども言ったこの U 字工にこの階段のようなものがついてるので、V 字工のような、役割をこの階段が、果たしているのかなと思います。なるほど。あんまり僕はあんま行ったことないんで、あれなんですけど、そういう U 字工っていうのは、そんなに長くないんですかね？それと山上さん結構歩くんでね、亀さんの行動範囲であれば、助かる余地は全然あるのかなと思いますけど、そこまで長く続くような U 字工ではないってことですかね。U 字工自体は長いんですけど、はい。この結構、場所にもよると思うんですが、はい。U 字工に落ち葉とかが積もってるところがあるんですね。なので、そこから上がれる、U 字工に階段がついてて、そこから上がれることが多いと思うんですけど、この階段も定期的にこうついてるので、ある程度、進んでいけば、その階段にいつかはたどり着けると思います。なるほど。ちょっと私心配しすぎてたかもしれないんですけど、っていうことは、U 字工の事故っていうのは、やんばるでは、山形さんあまりないんですかね？すいません。ちょっと U 字工について研究があるので、U 字工の事故っていう言い方が正しいかわかんないんですけど、やっぱり落ちてる事実はもちろんあります。で、私たちも、溝で発見することもあるんですけど、ただ、もうこの落ちてるからといって、じゃあもうこの亀一生出れないかというと、出れてる個体もいると思うんですよね。なので問題は、この中で死んでる個体がどのくらいなのかっていう調査は確かに必要なのかなと思うんですけど、すいません。私の知る限りでは、はい。ちょっとそこら辺がごめんなさい。よくわからないですね。なるほど。それもさらなる調査、研究が必要っていうところですかね。なるほど。いう事故、赤ちゃんとかはね、なかなか出るの難しかったりとかして、そうです。そこに鳥さんに狙われたりとか、そういうのもきっとあるでしょうから、研究進んでほしいですね。なるほど。ありがとうございます。はい。引き続き、先ほど亀さんに、目印をつける、マーキングですね。目印をつけるというふうにお聞きしたんですけれども、実際、目印をつけた亀さんが忽然と姿を消してしまったっていう時っていうのはあったのでしょうか、過去に。はい、そうですね。このマーキング、印をつけても再捕獲できない個体もいまして、これは単に私たちが見つけられないのか、死亡したのか、密輸されたかなど、理由が様々考えられるかと思います。やっぱりあるんだ。寂しいですね。繰り返し調査をしていればいるならね、そこにいるのであれば、そのうちまた、会えるんですけどね。悲しいですね。いなくなってしまう。会えないな。また会えないな。寂しいですね。
再捕獲できないパターンもあるということですけれども、全体で言えば減っているっていうふうに言われますけれども、その中でも密猟、人為的な移動などが、結構言われたりしますけれども、実際に森の中に変な人がいて、声をかけたこととかっていうのは、あやさんはありますか？私はないんですけれども、大谷さんは過去にそのような人を見たことがあると聞いております。恐ろしいな。やっぱり野生動物同士で捕食し合ってしまうとかだったらまだ生態系の一環ですし、工事でね、いなくなってしまうとか、交通事故とか、このあたりはね、わざとではないですよね。わざとではないということですけれども、ただね、密猟に至っては、もうわざともわざとで、私利私欲に満ちた、もう暴挙ですよね、本当に。許せん。なんか防犯措置とかないんですかね。防犯カメラとか、ドローンカメラとか、なんかそういったもの、なんかドローンカメラで偵察をするとか、そういったこととかっていうのは、やってたりするんですかね。そのようなものはないですね。ないんだ。少なくともね、森の入り口とか、ね、そういうところにあれば、なんか警察とかが本気になった時に、なんか解決手段の一つになるんじゃないかなとは思いますけどね。なるほど。ありがとうございます。はい。今回も非常に貴重な情報をいただきました。いやー、皆さんも結構知りたかった情報あったんじゃないですか？琉球山亀さんがね、なんか困ってたら捕まえていいのかどうかとか、そういった時には動物病院だったりとか、環境省の野生生物センターに電話をするっていうことで、解決をするっていうことですね。なるほど。ちなみに、お答えできればなんですけど、ネットの範囲なんですけど、道路の真ん中に琉球山亀さんが歩いていたっていう場合に、危ないよって言って、ちょっと避けてあげるとか、そういうのって、ちょっと答えづらいかもしれないんですけども、どうなんですかね。そうですね。天然記念物なので、基本的には触っちゃいけないんですが、誘導する。例えば、こっちが右側に行ってほしいだったら、そっちに行くように。なるほど。そちらちょっと足を、ちょっと近づいて、こっちに行ってほしいなっていう、なんていうんですかね、歩いてちょっと追い詰めていくと、もしかしたらそっち側に避けてくれるかもしれないんで、車がもう、どんどん行き交うところだと、この人間が立ってる自体危ないかもしれないんですけど、確かに。もう車があんまり通らないところに山亀がこの道路にポツンといるはずなので、どうにか誘導するっていうところがまず一つかなと思います。なるほど。なんかその辺に落ちている木の枝とかで、ちょんって、ちょんもダメなのかな？なんか、誘導するっていうことですね。とにかく。そうですね。一回驚くと多分固まってしまうと思うんですね。はい。もう時間が経ったらまた歩いていくので、ちょっと辛抱強く待っていただいて、動き始めたらこっちに行くようになんていうんですかね、誘導、何らかの形で誘導できると、また道路を出て行って森の中に帰ってくれるかなと思いますね。なるほど。わかりました。そしたら、琉球山亀さんが道路の真ん中にいたら、交通誘導しましょう。交通誘導しましょう。それで OK。はい、どうも今回も貴重な情報ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それで、次回はなんと最終回となります。
やー、ここまでもすごい情報をいただきましたけど、さあ、最終回にはどんな貴重な情報をいただけるのでしょうか。沖縄カメセンターさん、今回もありがとうございました。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。以上、仮面チューブでした。また更新いたします。